皆さんこんにちは、フーディーボーイです。以前からこちらの動画で大分県トップクラスのお店として、すっぽん料理の料亭山佐旅館や中津の日本料理味新井さんを紹介してきました。その際に他にも大分のグルメを紹介する動画も見てみたいというコメントがありました。なので今回は大分旅行で絶対に行きたいお店として、大分に行かないと食べられないような希少なグルメや大分ならではのご当地グルメを中心に紹介していきます。そして大分といったら一番栄えている大分駅エリア以外にも別府温泉という人気な観光スポットもありますよね。なのでエリアごとに分けてお店をいくつか紹介していきます。1軒目は山田屋さん。こちらは臼杵という大分駅から電車で30分ぐらい離れた場所にあるフグ料理の専門店です。西麻布にもお店があって、そちらはなんとミシュラン東京三つ星を獲得していて、その本店がこちらとなります。ちなみにミシュラン三つ星の定義は、そのお店に行くためだけに旅行する価値があるということになります。本店には行ったことがないので比較はできませんが、こちらの臼杵のお店もそれだけのために旅行する価値ありだと思いました。その理由は大分ならではのフグの食べ方です。とある理由からお店に迷惑がかかるかもしれないので具体的に紹介することはできませんが、大分県でしか食べられないフグの部位があります。それはもちろんこちらでも食べられて、東京のお店では食べられません。大分といったらフグと言われるのはそれが理由ですね。気になる人はググってみるか、おそらくコメント欄で正解を教えてくれる人が出てくると思うので、ぜひ見てみてください。そして大分の中でも臼杵のフグは昔から有名です。臼杵は大分の海岸沿いにある町で、同じく大分名物の関あじ、関サバで有名な佐賀関に近くて、海の幸に恵まれたエリアにあります。アワビやサザエといったフグの大好物が豊富にあるので、フグならではの旨味が強いです。また海流が急激なことから、フグの身質は筋肉質だそうで、弾力のある歯ごたえもあって食べ応えが抜群です。実際に臼杵フグの良さが最も分かりやすかったのがこちらのテッサ。フグの刺身のことですね。薄作りにしたフグは複数枚一気に食べないと味がしないとか、ポン酢の味しかしないなんて話を食べたことがない人もよく聞くと思います。ですがこちらは見ての通り、お皿の模様が透けて見えるほど薄作りでありながら、1枚ずつ食べてもフグの味覚を十分に味わえて食べ応えが抜群です。これだけのフグのクオリティと特別感のある雰囲気でありながら、一番高いフルコースで約1万8000円となります。中にはもっと価格帯の低い1万3000円ぐらいのコースや1万円を切るランチコースもあるみたいです。東京だとこの倍近くすることと、大分でしか食べられないものがあることを考えたらかなりお得ではないでしょうか。フグが好きな人や食の探求心がある人は、こちらを目当てに大分へ行ってみてはいかがでしょうか。2軒目は焼肉伊藤。こちらは佐伯という先ほどの臼杵よりもさらに大分から離れた場所にある焼肉屋さんです。大分駅からだと電車で1時間ぐらいの場所ですね。なぜ大分で焼肉と思った人もいるかもしれません。こちらはなんと東京にあるスタミナ園という超有名な焼肉屋さんで修行されていた方がやっているお店です。そんなバックグラウンドもあってか、ホルモンは下処理がすごくて臭みは全くなく、かといって味が抜けているわけでもなく、ホルモン本来の旨味を感じられます。脂身のあるホルモンはくどいというわけでもなく、味付けとしても塩味が強すぎず絶妙です。特に牛もつ煮込みは今まで食べた煮込みの中でもトップクラスに美味しかったです。水を使わずにホルモンの含有水分のみで煮込むそうで、クリーミーかつトロトロな食感と濃厚で甘い旨味になっています。ホルモンが苦手という人でもこれは悶絶するのではないでしょうか。またこちらの伊藤さんはホルモン以外にも幻の黒毛和牛、尾崎牛が食べられる貴重な焼肉屋さんとなっております。尾崎牛というのは宮崎県の尾崎さんが育てた和牛のことで、世界的に有名な和牛ブランドです。そんな尾崎牛の何がすごいのかというと、人工の添加物や保存料を一切使わず、水は自然の湧き水を使い、牛にストレスを与えない育て方をすることで、油の旨味と肉の味を高品質に安定させているそうです。手間暇をかけて限られた自然の資源で育てることから、出荷数も限定的で、それゆえに幻の和牛と言われています。確かにサシがたくさん入った部位でもベタつくようなしつこい油は全くなく、口どけが良くてサラサラとしています。それでいて旨味が強いので、溶けてすぐなくなるという感覚でもなく、和牛の甘くて濃厚な味覚だけ余韻としてずっと残っているような感じです。そんな尾崎牛をわざわざ好んで仕入れているだけあって、他の和牛のクオリティも抜群でどれも悶絶級でした。ちなみに高い方のお任せコースはそんな幻と言われるほど希少な尾崎牛を含んでいるだけあって、3
3日前までの事前予約必須なのでご注意ください。僕はうっかり事前の予約を忘れちゃったので、アラカルトでお任せに近しいメニューを頼んでみました。今回は運よくアラカルトでも在庫があって、尾崎牛を含む最高の和牛尽くしの体験ができました。ですが、お任せコースに近しいメニューといっても、3日前から事前に準備して用意する特別な部位とはどうしても異なってくるそうなので、皆さんは確実に事前予約をお忘れなきようお気をつけください。そんな準備段階からのこだわりを聞くと、ますます次はお任せコースを食べてみたくなりますね。その高い方のお任せコースは約1万3000円で、地方の焼肉屋さんとしてはお高く感じる人もいるかもしれません。ですが、海外ではキロ数万円で取引されるほどの幻の尾崎牛が食べられて、ホルモンの下処理にかけている手間暇を考えたらかなりお得だと思います。肉が好きな人はぜひこちらを目当てに佐伯まで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。予約が取れて並ばなくてもいいスタミナ園といったら、わざわざ佐伯まで行きたくなる人も多いのではないでしょうか。ここから6軒は大分駅近辺のお店を紹介します。3軒目はキッチンウィルさん。こちらは居酒屋ジャンルで100名店を獲得していて、いわゆる何食べても美味しい居酒屋さんです。大分名物の関サバや関アジをはじめに、基本的には地物の新鮮な海鮮が食べられます。この日は関アジが売り切れだったため、関サバのみ食べられました。ちなみに関サバというのは、水温の変化が少なく、餌が豊富な海域で育つため、脂肪量が安定して多く、それでいて潮流も速い海域なため、身が引き締まっていてコリコリとした弾力も楽しめるものです。関アジもほぼ同様ですね。また波が高く海底の起伏が複雑で、網を使った漁に適さないことから伝統的に一本釣りが行われてきたそうです。それにより魚にストレスがかからず、魚体も傷がつきにくく鮮度が落ちにくいそうです。そして生け締めして出荷するため、内臓の寄生虫が筋肉に移ることが少ないらしく、新鮮でコリコリな刺身としてサバを食べられるそうです。他にも特に美味しかったメニューを紹介します。こちらは赤足エビ、車エビの仲間ですね。今まで紹介してきた高級寿司では一度も車エビを生で提供するお店はなかったと思います。車エビは生だとコリッコリですが、火を入れた方が甘みは段違いです。なのでこちらでもさっきまで生きてた新鮮な赤足エビを生ではなく塩焼きにして調理されています。殻ごと焼くことで香ばしさもあり、蒸し焼きのようになって内包された身の甘い香りが殻を剥いた瞬間に一気に解放されます。コリコリな刺身もですが、お寿司屋さんではできない楽しみ方も居酒屋スタイルのお店ならではですね。次は地物の牡蠣。こちらは半生ぐらいになるまで少し蒸したものです。外側は火が入って引き締まった筋肉質な食感と貝らしい甘みがあります。そして内側は半生なのでトロトロクリーミーでミネラル感のある旨味がたっぷりです。以前こちらの動画で紹介した広島シリーズでは牡蠣について色々と紹介していますが、実は牡蠣が名産の広島はとある理由から蒸し牡蠣の方が主流なぐらいです。でも牡蠣といったら生でしょという人もたくさんいると思うので、いいとこ取りができる半生は最高ですね。前回の動画で紹介した中津の味新井さんほど高級なお店には行けないとか、中津まで行く時間はないよっていう人はぜひこちらで大分の海の幸を堪能してみてはいかがでしょうか。4軒目は八九さん。こちらは大分名物の鶏天が有名な定食屋さんです。ここは見ての通り爆盛りなのに対して価格が安すぎます。大分駅からは車かバスで10分から15分ほど離れた場所っていうのもあってか、コスパ最強ですね。また大分中央卸売市場の近くというのもあってか、鶏天だけでなく近海のお刺身も食べられます。しかもただ単に安くて量が多いというわけではなく、鶏天のクオリティも高いと思いました。衣は薄くて軽く、鶏はささみの淡白な部位でありながら、ふわふわに柔らかくしっとりとジューシーでもあります。大分で何軒も鶏天ばかりを食べ比べしているわけではありませんが、今まで食べてきた鶏天の中でもかなりのクオリティでした。大分の鶏天事情に詳しい人がいたらコメント欄からこちらがどれぐらい相対的にすごいものなのかぜひ教えてほしいです。いずれにしても価格をはるかに上回る価値があることは間違いないでしょう。大分ならではのご当地グルメでお腹いっぱいにしたい人はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。5軒目は寿司膳。こちらは地物のネタで握りが食べられるお寿司屋さんです。ぶっちゃけ大分はお寿司屋さんがあまりないです。
特にこのチャンネルでいつも紹介しているような高級なお寿司屋さんは少ない気がします。ですが、このチャンネルの視聴者さんは僕と同じく寿司好きな人が多いので、そんな大分でもその土地ならではの握りを求めてお寿司屋さんを巡ってきました。こちらは高級店とまではいかない価格帯で、いわゆる町寿司です。お好みでも注文できて肩肘張らずに食べられる雰囲気です。全国どこへ行っても江戸前スタイルのお寿司屋さんが多くて、魚を寝かせてシャリとの一体感重視のお店が増えてきました。確かにそういうスタイルは僕も好きで美味しいです。しかしこちらは鮮度重視でコリコリの歯ごたえで握っているものが多いです。これも地元に根付いた寿司文化の一つなので、これはこれで流行りとは違うスタイルが楽しめていいですね。特に美味しかったメニューを紹介します。こちらはフグ。最初に紹介した大分でしか食べられないとある素材を中に挟んでいます。お作りよりも厚切りなフグの身がゴリッゴリの食感で、そのとある素材の旨味も濃厚なので、食べ応えが半端なくてたまらないですね。次は関サバ。こちらも歯ごたえがあって噛めば噛むほど油の旨味が味わえますね。次はアオリイカ。こちらは見ての通り細かく包丁で表面が刻まれています。なので最初の口どけが良く、すぐに甘みを感じられます。そして新鮮だからかコリコリとした弾力も少しありつつ、歯切れがいい食感となっております。歯ごたえを楽しむ寿司でありながらも、それだけでなく旨味もしっかり味わえるようになっているのはいいですね。旅行で来ているからには寿司においても江戸前スタイルとは違う体験ができるともっと楽しいですよね。そう思える方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。6軒目は余市さん。こちらは大分名物の琉球丼が食べられるお店です。琉球丼というのは関サバ、関アジを醤油ベースの漬けだれとごま、生姜、ネギなどの薬味と一緒に食べる丼です。こちらはランチの時間帯は琉球丼のみの一本勝負です。自信がないとできないですね。確かに関アジ、関サバも歯ごたえがしっかりあって脂も乗っていていいですね。普通魚を漬けて長時間置いておくと柔らかくなります。ですがこちらはどうやら漬けたてで提供されるようで、歯ごたえを楽しむという大分ならではの良さがちゃんとあります。そしてご飯はちゃんと酢飯になっていて、酸味のあるシャリとのマリアージュが海鮮丼でも味わえます。また薬味のおかげで爽やかな調味になっていて、いくらでも食べられそうな感覚になります。回らない寿司屋に行くほどの予算はない人や時間がない人は、こちらで地物の海鮮を食べたい欲を満たすのもありですね。7軒目はとんかつとんきさん。こちらは SPF 桜王という大分のブランド豚が食べられるとんかつ屋さんです。SPF というのは特定の病原体を持っていない健康な豚のことです。高い技術レベルで管理された認定農場のみで生産できて、薬に頼らない飼育方法で美味しさだけでなく安全と安心の証拠となります。その中でも桜王というのは大分の国東市にある秋農場という豚の生育環境に適した温暖でのどかな気候で育てられたブランド豚肉となります。ストレスがかかっていなくて健康というのもあってか、豚特有の臭みは全くなく、脂の部分でもさらっとしたベタつかない食感で口どけがいいです。脂身の部分が濃厚な旨味で美味しいっていうのは割とどこのとんかつでも当然かもしれませんが、淡白なはずの部分もジューシーで旨味たっぷりなのがびっくりしました。しかも桜王はもちもちしていて柔らかいのが特徴と言われていて、確かに食べてみるとザクザクとした衣の後に歯を跳ね返すような弾力がありつつ、歯切れも良くて柔らかいです。火を入れすぎても硬くてボソボソしちゃうでしょうし、逆に火入れが甘いと噛み切れずに柔らかくはできず、口どけの良さも感じられないと思います。この食感は桜王の特徴を理解した上での計算された火入れじゃないと実現できないでしょうね。とんかつという料理自体は全国どこにでもあるかもしれません。ですが大分ならではの食材を使ってその良さを引き出すような料理としてとんかつを提供されています。なので旅している人でもわざわざ食べに行く価値ありだと思います。8軒目は冷麺 K さん。こちらは大分駅の近辺にいながらも大分県別府名物の冷麺が食べられるお店です。別府冷麺というのは麺にそば粉を混ぜることで普通の冷麺よりコシがあって、スープは魚介だしの和風な冷麺です。
確かに麺の色がそばっぽいですね。しかも太麺なので食べ応えがあります。またキムチが白菜ではなくキャベツであることや牛肉のチャーシューを使用していることも別府冷麺の特徴のようです。そしてこちらは六星という別府にある有名店で修行されていた方が最近オープンされたお店のようです。なので店内もかなり綺麗で冷麺の味わいがさらに爽やかに感じそうですね。しかし今回は寒かったので温麺というスープが温かいものを頼んでみました。スープも冷たい冷麺だと麺の歯ごたえがかなりあるのですが、温麺だと芯に歯ごたえがあるアルデンテ程度の感覚でちょうどいいですね。硬すぎる麺が嫌な人は温麺がいいかもしれません。また出汁が上品で疲れた胃腸をじんわりと癒してくれる味わいです。別府に用事はないけど名物の冷麺を食べてみたいっていう人や別府で冷麺を食べそびれたという人はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。そしてここから3軒は別府にあるお店を紹介します。9軒目は冷麺の古月さん。今度は本場の別府で冷麺の超人気店に来てみました。こちらは牛肉チャーシューの量が半端ないですね。そして麺の量は選べるのですが、普通盛りでもボリュームがすごいですね。しかもやはりコシが強くて食べ応えのある食感なので、さらに満足度はあります。温麺ばかりっていうわけにはいかないので、ここでは寒さに耐えながら冷麺を食べてみました。そして一番ポイントとなるどれぐらいコシが強いのかっていうと、例えるなら新鮮なタコとかアワビぐらいゴリッゴリです。硬いのが苦手な人や違和感を覚えちゃいそうな人は温麺の方がまだ硬さが和らいでいいかもしれませんね。またこれだけ牛肉チャーシューが入っていると和風だしのスープに牛肉の要素もあって牛骨スープ的な味わいにもなっています。冷麺なので当然さっぱりとはしているのですが、これだけの食べ応えがあると満足度が高いですね。お腹いっぱいに別府冷麺を食べたい人はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。10軒目は餃子の古月さん。こちらは行列ができる一口餃子のお店です。なんとメニューは餃子とビールのみです。温泉街という土地柄、湯上がりに一杯という最高の体験をするために無駄を削ぎ落としたかのようなメニュー構成ですね。さっと飲んで食べて、さっと帰れたらいいのですが、食べログ百名店に選ばれている評判の良さや、カウンターで7席しかないのと、金土日しか営業していないのもあってか、かなりの行列です。僕は約2、30分ぐらい並びました。それでも時間に余裕があるなら昼と夜ご飯の合間にサクッと行く価値はありだと思いました。実際に餃子を食べてみると餃子の底の面はカリッと焼き上げられていて生地はもちっとしています。そして中のあんは肉汁あふれてジューシーというよりはふわっと軽やかでホクホクといったような感じです。軽やかとは言っても餃子らしいパンチのある香りと肉の旨味はしっかりと感じられます。また唐辛子の入ったラー油と一緒に食べてもさらにパンチが効いて最高にビールが進みますね。少なめの食事や温泉の合間の休憩に餃子とビールで小腹を満たしたい人はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。11軒目は焼肉一力さん。こちらは創業約50年の老舗の焼肉屋さんです。いわゆる町焼肉ですかね。ここでは豊後牛という大分のご当地和牛で焼肉が食べられます。全メニューが豊後牛というわけではないのですが、ヒレやカルビ、ロースは豊後牛だそうです。豊後牛というのは大分の大自然の中で育った歴史ある黒毛和牛です。前半で紹介した尾崎牛と同じく温暖な気候でストレスなくのびのびと自然の中で育ったからか、霜降りが美しいと評判です。歴史としては約100年前から種牛として全国1位に輝くなど高い評価を得ているそうです。確かに見ての通り極上カルビや極上ロースはサシの入り方がすごく綺麗です。食べてみると噛めば噛むほど優しくとろけるような柔らかさを感じるとともに甘みが濃厚な旨味で溢れて最高に満たされます。また甘辛いタレがその霜降りの旨味を邪魔しない程度の程よい甘みになっているので交互に甘みが襲ってきてタレの少し焦げた香ばしい苦味とスパイスの辛みがアクセントにもなっていてたまらないです。ちなみにこちらのヒレの角切りはワインも入ったタレとなるそうです。お酒を飲まなくても最初からマリアージュしてくれると考えたら酒飲みには最高ですね。甘みの他に果実味があって一段と深みのある味わいです。そしてタレといっても濃厚ドロドロ系ではなくさっぱりサラサラ系なのでくどくないです。そして何度も焼いてつけて焼いてつけてと繰り返すように焼き方を教えてくれます。少しずつ焦がしの香ばしさを表面にコーティングしていくイメージで香り豊かですね。
こちらのお店に来たらヒレ、極上ロース、極上カルビは必須です。タレ焼肉が好きな人や大分の伝統的なご当地和牛を食べてみたいっていう人はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。12軒目は寿司どころそらさん。最後は大分空港へ行って旅の締めにお寿司屋さんです。ここでも関サバ、関アジをはじめとする大分の地物の握りが食べられるので、食べそびれた人が空港へ少し早めに行ってサクッと食べるにはちょうどいいですね。ちなみに関サバと関アジはまさかの売り切れだったので、どうしても食べたい人は電話で取り置きなどをお願いしておくといいかもしれません。この日はお酒を飲む人はお通しとして関アジと関サバの漬けが出てきました。そして寿司膳さんと同様に新鮮でコリコリ系の握りが楽しめます。シャリはふわっと握られていて酢が強くなく主張は控えめです。具がゴロゴロ入った茶碗蒸しとお吸い物もついてくる握りのセットは空港という割高にならざるを得ない立地にしてはお得に感じます。海外の空港とかだと普通の水を数百円で売ることもありますからね。日本はいい国です。以上が大分旅行でおすすめのお店12選でした。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価をお願いします。今後もこういう動画を見たいとか、このチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。それではまた。